月からスーパーの食用油が1本あたり約40円値上がりしているのだ。原因はペルシャ湾の出口にある幅わずか50キロの海峡なのだ。食用油が、しかも海峡ってホルムズ海峡のこと？ドイツの経済ニュースと日本の食卓がどうつながるの？今日話したいのは、イラン戦争がドイツ経済に与えた衝撃なのだ。ドイツの主要5研究所が共同で発表した予測では、今年の GDP 成長率が 1.3% から 0.6% へほぼ半減したのだ。でもこれ、対岸の火事じゃないのだ。そのメカニズムが日本の食費に直撃する話なのだ。ドイツの GDP が半減ってかなりショッキングな数字だよね。それがどうして日本の食卓まで来るのか、順番に教えてほしいな。まず、なぜイラン戦争がここまで経済に響くのかの出発点から話すのだ。今年2月28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃で戦争が始まったのだ。そしてイランは報復としてホルムズ海峡を事実上封鎖したのだ。ホルムズ海峡は世界の石油輸出量のおよそ2割が通過する地球上で最も重要なエネルギーの首根っこなのだ。ここが詰まると、中東産油国から出荷される石油やガスのタンカーの大半がペルシャ湾の中に閉じ込められたままになるのだ。ちょっと待って、それって日本に石油が届かなくなるってこと？日本って中東依存度がかなり高かったよね。その通りで、日本の原油輸入の約9割は中東依存なのだ。ただ現時点では完全な輸送停止ではなく、タンカーが詰まって供給量が激減している状態なのだ。ハンネルスブラッドによると、イランとの取り決めで中国向けタンカーは通過できているらしいのだ。つまり日中で明暗の分かれている状況なのだ。そして今回のドイツの話に戻るのだが、 RWI、UFO、IFW、IWH、EIW という5つの主要経済研究所が連名でドイツ連邦経済省に提出したレポートでは、インフレ率の予測が今年 2.8%、来年 2.9% に引き上げられたのだ。秋の予測ではそれぞれ 2.0% と 2.3% だったのに、わずか半年で大幅修正なのだ。でもこの話、実は日本の食費への直撃につながるのだ。ちょっと頭の中で整理させて、エネルギーが上がってインフレになるってのはわかるけど、それが食費に来るルートってなんか工場みたいなところを通るイメージ？そのイメージで合ってるのだ。わかりやすく言うと、エネルギー価格上昇は工場の電気代が上がる話だけじゃないのだ。農業の費用、食品工場の輸送費、プラスチック容器の原材料、全部が石油由来なのだ。だから料理油もパンも肉も全部の食品コストが連動して上がるのだ。そして今回のドイツのデータで特に重要なのがコアインフレという指標なのだ。エネルギーと食品を除いた物価指数で3月時点で 2.5% に達したのだ。これが何を意味するかというと、エネルギー高騰がすでに工場の生産コストに染み渡り、石油と関係ない商品にまで値上げが波及し始めているサインなのだ。ドイツの化学メーカーはすでに潤滑油や家庭用洗剤の原材料を最大 30% 値上げしているのだ。30% って、それって私たちの洗剤とかも上がるってこと？しかもコアインフレ、テックとエネルギーが落ち着いても簡単には戻らないんじゃないかって気がしてくる。鋭いのだ。コアインフレが上がるということは、期待インフレという心理が動き始めたサインでもあるのだ。イフォ研究所が集計した企業の価格値上げ期待指数は3年ぶりの最高水準に達したのだ。つまり企業がこれからも上がり続けると予測して先回りして値上げを始めているのだ。バスの混雑を見た人が我先に乗り込むように、値上げが値上げを呼ぶ連鎖が始まっているのだ。さらに SCMP の報道によると、米国でもガソリン価格は1ガロン4ドルを突破、戦争前比 35% 増なのだ。これはドイツだけの話ではなく、先進国全体でエネルギーコストの上昇が家計を直撃している構図なのだ。そして日本も全く例外ではないのだ。その話を次にするのだが、実は日本への影響はガソリン代より食費の方が深刻な可能性があるのだ。ここまでをざっと振り返ると、ホルムズ海峡封鎖でエネルギーが高騰して、ドイツの GDP は半減、インフレは 2.8% に急上昇、しかもコアインフレが上がっているから食品や日用品まで波及しているってことだよね。では日本への影響を具体的な数字で話すのだ。日本は食料自給率がカロリーベースで約 38% しかなく、残り 62% は輸入に頼っているのだ。そして輸入食料のコストは船の燃料費、肥料、農薬といった石油由来のコストで大きく変わるのだ。原油価格が1バレルに10ドル上がると、輸入農産物全体のコストは約 5、8% 押し上げられると試算されているのだ。4人家族を例にとるのだ。月の食費が平均8万円だとすると、輸入農産物依存分は約5万円くらいあるのだ。そこに 8%
昇が乗ると月4000円の値上がりなのだ。年間で換算すると約4万8000円。家計が膨らむ計算なのだ。しかも今回の問題はエネルギーだけが上がるのではなく、円安、輸送費、包材費が同時に上がっているから、実際の値上がり幅はさらに大きくなる可能性があるのだ。年5万円近く。それって子育て世代にはかなりくすい金額だよね。給食とか学校の食事にも影響しそうだし、保護者が一番しんどいんじゃないかなって思う。給食費の話は実際にそうなのだ。食材の仕入れコストが上がると学校給食費の見直しが起きる。現に2023年2024年の物価上昇時も全国の自治体の約6割が給食費を値上げしたのだ。今回はそれ以上の規模になる可能性があるのだ。子育て家庭にとっては二重の食費増になるのだ。ちょっと意見言っていい？ドイツの研究所5つが連名で GDP 予測を大幅にされたってことの重さ、もっと注目されるべきだと思うんだよね。私これって2022年のロシアのウクライナ侵攻後に起きたエネルギー危機と構造が同じじゃないかって感じるんだけど、ズンダモンはどう思う？これは本当に鋭い指摘なのだ。2022年のロシアによるウクライナ侵攻後、ドイツはロシア産ガスへの依存から抜け出すために大規模な転換を強いられたのだ。あの時も GDP は圧迫され、インフレは 8% を超えたのだ。今回との違いは打撃の源が変わっただけで、輸入エネルギーへの依存がショックを増幅するという構造は全く同じなのだ。歴史は繰り返されているのだ。さて、冒頭で話した食用油40円値上がりの話に戻るのだ。これはまさにエネルギー高騰が費用、輸送費、生成コストを押し上げ、最終的にスーパーの棚に現れたというプロセスの結果なのだ。僕たちが一番近くで感じるこの変化の根っこに、ホルムズ海峡の50キロという細い水路があるのだ。では3つのシナリオを提示するのだ。1ヶ月以内にトランプが戦争終結を実現できれば、エネルギー価格は急速に落ち着き、インフレ圧力も1、2ヶ月で和らぐのだ。3ヶ月後まで膠着が続けば、ドイツを含む欧州全体の GDP がさらに下方修正され、日本の輸出企業も影響を受けるのだ。半年以上戦争が長期化すれば、コアインフレが定着して、値下がり待ち、外味をなさなくなるのだ。ズンダモンはこの3つのシナリオのうちどれが一番現実的だと思う？個人的な見立てを教えてほしいな。正直に言うのだ。ハンデルスブラッドと SCMP の両方の報道を横断すると、トランプが数週間で終わらせると発言したことでマーケットは少し安心しているのだが、中東の現地ではエネルギー施設が破壊されているという事実もあるのだ。施設が壊れたままでは、たとえ戦争が終わっても供給が完全回復するには数ヶ月かかる可能性があるのだ。僕の見立てでは、停戦はあってもエネルギー高騰は3ヶ月以上続くというシナリオが最も現実的なのだ。だから今の食費の高止まりはしばらく続くと思うのだ。そこで一つ聞いてほしいのだ。最近、スーパーでこれ高くなったなと2度見なした商品はあるのだ。食用油、小麦粉、卵、輸入果物、コメント欄に値上がりを実感した商品名を書いてほしいのだ。3ヶ月後に答え合わせをするのだ。今日のまとめをするのだ。イラン戦争によるホルムズ海峡封鎖がドイツの GDP を半減させた。しかしその波紋は日本の食費に年5万円近い影響として僕たちの食卓を直撃しているのだ。エネルギーは見えないインフラであり、それが揺らぐと世界中の食卓が同時に揺れるのだ。今日の話が少しでも役立ったらチャンネル登録と高評価をしてほしいのだ。毎週水曜日はテック最前線をお届けしているのだ。来週もテック最前線でお届けするのだ。次回のテーマもお楽しみになのだ。